何ですかあれは。あれはね、森の小屋さなの。剣術とかしたことないらしいけど、すっごく強いの。ほら、鬼たちを押してるでしょ。強いねえ。押し返すというよりもなんというか虐殺してますな。ふむ、血しぶきがまるで霧のようだ。この世の風景とは思えん美しさがあるな。お頭、援軍です、援軍ですよ。なんとか間に合ったようで何より。あれが昨今噂に聞く織田上総介様の軍勢なのですね。見惚れるのは陣を整えてからにしましょう。健介様、お下知を。おそばに両箇所とも援軍が到着しております。南門の方は援軍に呼吸を合わせて攻撃を開始しました。おそばにですか？承知。ワンコ、僕の前を走るんじゃねえよ。ワカラはずーっと私の尻尾を拝んでればいいんだよ。てめえ、鬼より先に成敗してやる。はいはい、喧嘩してる二人は放っておいて、滝川衆は左に回り込むよ。抜け駆けすんなよ。いいな。ワンコとじゃれてる若菜ちんが悪い。お先。おい、僕の黒ホロ衆、赤ホロぶっ飛ばして鬼のやつらに先やりつけんぞ。負けるな赤ホロ衆。健介様を確保するのは私らなんだから。全体突撃。あのバカどもはまだ一気がけの武者の真似事か。元気が良くていいじゃありませんか。限度がある。三若が暴走せんよう手綱を頼むぞ。はい、承知しておりますよ。これで鬼と互角以上に戦えることを証明できたということでしょう。戦況を見るにようやく摂取まで来たということでしょうな。ですがでも私たちにはもうゴズメがあるぞ。もう一度世のお家流を使おう。疲れておるからそこまでの威力は出んが、まあ多少の助けにはなろう。主様がそばにいてくれるならな。ならばもう一差し。世には見ることあたわぬ歴史が流れると言われる三千大千世界。その世界は古の時代から世らとは違う世らがいる写しよ。果ては遥か来世があまた存在し、等しく時が流れているという古の孤島よ。世の知らぬ写しよの業物よ。遥か来世の神道よ。たどり着くことあたわぬ世界の総統よ。その力を世に貸すがよい。兵士少林拳よ。
金銀伝送のからたちよ、堂地切安綱よ、鬼丸国綱よ、長曽根虎鉄よ、泉の神金貞よ。滅せよ。この木を逃すな。鉄砲組、撃って撃って撃ちまくれ。よし。勘兵衛さん、一応采配は私に任せられているのですが。すみません。あまりの高貴だったものでつい出過ぎた真似をしてしまいました。まあ構わないですが、それでは采配はあなたに取っていただきましょう。よろしいですか？ありがたき幸せ。敵左翼にひるみが見える。長江組、穂先を並べて突き崩しなさい。弓組や左翼より中央に向かって矢を放て、長江の攻撃を援護するのです。鉄砲組や中央右翼を中心にとにかく撃って撃ちまくりなさい。ほう、これは素晴らしい采配です。さすが名高き黒田官兵衛殿。ふむ、なかなか良い武者ぶりであるな。世の夫はよほど心配性と見える。少し疲れたが特に問題はない。世は健やかであるぞ。人に心配されるというのはとても気持ちの良いものなのだな。どの口でそれを言うのだか。主様も篠の前では形なしだな。うむ。それはそうと主様よ。篠が采配を取っておったと思ったのだが、いつの間に官兵衛に移ったのじゃ？適材適所かなと思いまして。まあ二人が良いのなら世は構わんがの。健介様ワンコ一番乗りです。健介様、ご無事でした？よかったわ。私が来たからにはもう安心しちゃってください。槍の又座が健介様を守っちゃいますから。ワンコ、一人だけ何抜け駆けしてるの？ヒナだっているんだからね。僕だっているんだぞ。ご無事で何よりだよ、健介くん。おい健介、怪我してないか？怖くないか？ちびったりしてないか？そっか。よかった。無事でよかったよ。だけどまだ終わってないから健介くん手伝ってくれる？健介様が手伝ってくれるならワンコ張り切っちゃうワン。赤ホロシュ集合。黒ホロシュも出てこいや。黒ホロ
回り右して鬼の先頭鼻っ柱を叩き寄ってやんざ。クオン様の馬回り衆としてケンスケ様をお守りするのだ。盛り上がるのはいいけど、一つだけ注意。なんだよひな、水さすなよ。せっかく盛り上がってたのに。だけどほら、気をつけることがあるでしょ。原州も滝川州も森一家が首を刈り取ってる後方には行かないように注意しましょう。巻き添え食らって首を刈られること受け合いだぞ。確かにあいつらの狩り場に入った瞬間、僕らの首も刈られそうだよな。森一家には近づくなってことで若菜、おう黒原、気合い入れていくぜ。赤ホラも行くよ。ホラシュ突撃。それじゃあ行ってきまーす。織田の三勇士に遅れを取るな。姫路衆よ、ここが死に場所ぞ。死んで久保の道となれ。ヤタガラス隊、ほーい、小寺さんについてくぜってお姉ちゃんが言ってまーす。ならば行きますよ。姫路衆健介隊突撃。さすが、正面に気を取られている鬼の死角をうまくついた。見事な采配ですね。傭兵の仕方が私とは全く違っていて、見ていてとても楽しいのです。それはこちらの都合でしかありませんから、どうなるかは分かりませんが。ですが私には予感があります。まだあやふやで、それこそ予感としか言えない、そんな感覚のもの。戦い続け、鬼との最後の戦いの時に、きっと日の本の武士たちは皆健介様のもとに集まっているのではないか、そんな予感がするのです。そうですね。なんとか間に合いましたか。柴田衆と連携してようやく鬼どもを一掃できましたわ。次はこちらの鬼を一掃ですわよ、ハニー。健介隊集合。混乱してる鬼に横槍を入れるから気合い入れていくよ。さあお頭、おげちよ。死ね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 。あれ、もっと気合い入れて襲いかかってこいや。んなちょろい首なんざ狩る価値ねえんだよ。
助、それはこちらのセリフだ。貴様こそ大丈夫なのか？怪我はないか？5体は満足か？そうか、よかった。本当によかった。我に心配させるとは不届き千万だぞ。バカ者。正室殿よ、少しは時と場所を考えてくれんと。どうしてよいのか反応に困るぞよ。うるさいぞカズハ。涙混じりに言われても照れ隠しとしか思えんわ。なかなか乙女じゃのクオン。好き勝手言いよって。これはごちそうさまです。のろけも結構であるが主様、これからは正室殿だけに愛を注ぐわけにはいかんぞ。皆に一つ伝えておきたいことがある。こたび鬼と化した三好衆の反乱を無事に鎮圧できたのはひとえに皆の力があったればこそだ。しかしこの先鬼との戦いが続いていく中で、我の力も皆の力も及ばない事態がきっとあるだろう。だが今この日の本には鬼という異形のものについて詳しく知る者は少ない。比較的多くの情報を握っているのは織田、浅井、松平の者だけなのだ。これは非常に危険なことだと我は考えている。なぜなら鬼をよく知る我らが負ければ、この日の本は鬼との戦いに大きく遅れを取ることになるからだ。だから我は考えた。そして決めたのだ。我が夫新田健介を我の夫というだけでなく公方の夫として、いやこの日の本にいる鬼との戦いを決意した者たちすべての夫とすることを我はここに宣言する。織田上総介の宣言は幕府よりのご内証を受けたものであり、近隣に上奏を立てまつり、恐れ多くも主上より直書を押しいただいておる。そして世がその第1号であり、第2号が世の妹である様の神義明である。なんと公方様が第二夫人ということですか。はあ、また手の届かないところに行ってしまわれるのですね。ということは、おいワンコ、一体どういうことか説明しろよ。私だってわかんないよ。ひなちゃん、どういうことなの？多分我らがクオン様が第一夫人で、第二夫人が足利公方様、
その大妹君が第三夫人になるってことなのかも。それでこれからどんどん有力者を健介くんの嫁にしていく。もといこの場合は有力者たちがどんどん健介くんを夫にしていくよーってことだと思うけど。なんじゃそりゃ。なんだかどんどん手の届かないところに行っちゃうね、健介様。そうなのかな。だってクオン様、健介くんを夫にする条件こう言ってたよ。鬼との戦いを決意したものって。ということはヒナたちにだって資格があるんじゃないかな。マジか。それならいいや。納得早えな。いいのかよ。うん、いいよな。二人ともお気楽だね。健介、相談もなくこのようなことを決めてしまったこと、許してほしい。なんだ？思いを。健介、我はお前を愛している。だから我を愛せ。そしてすべての女を愛してやれ。分かってくれるのか？ああ、千佳を、健介のことを支えていくと、健介のことを受け止めると。まったく、ただでさえたらしのお前が幕府だけでなく金利のお墨付きを得たとなれば、世の不女子たちははらまされんように気をつけんとならんな。そうですよ、健介殿。あまり老いたばかりされませんように。家老として忠告させていただきます。家老としてとは良い隠れ蓑を見つけたものだな、麦穂よ。そんなことありません。日の本開闢以来、幕府からも金利からも正しいご免状をもらったのは小僧一人だろうって。まあでもいいんじゃね。健介は俺が認めた男なんだしな。天下御免のお墨付きだ。だが男ならばそれぐらいがちょうど良いのではないか。人としてたくましくあらせられる健介様なのですから、独り占めをしてはダメだと思います。と主様に一目惚れをしておった世の妹は鼻息を荒くして言うておるが、お姉様。健介様、双葉はもうあなたのものなのですから、たくさん可愛がってくださいまし。はい、健介様。
私は健介様のことをお慕い申しておりましたから。今はゆっくり休め。ともどもよ、鬼との戦いは我らの勝利なるぞ。勝ち時をあげよ。哀れとは汝も見るらん我が民を思う心は今も変わらず、家臣さえも抑えられず、何が将軍か。当世は嘆かわしきことばかりなりけり、だからこそ当世を整理せんとな。御大将、織田信長が洛中に入り公方を保護したとの知らせが軒猿より入ってまいりました。公方、和葉様が織田と手を結んだってことかしら。あり得ることではありますが、一体何のためにでございましょう。さて、尾張や美濃を落とした織田は今中央でも注目の勢力になってる。そのあたりかもね。で、他に知らせは？は、軒猿曰く二条館を襲撃したのは三回菱に五つ釘抜きの条文をまとった異形のものだったとか。何それ？異形のものって言えば旅の音声にちょこっと聞いたことがあるっす。なんでも機内から東海にかけて人を食べる変な生き物がいるらしいっす。人を食べる？どんな生き物よ。鬼だって噂っす。人を食らう鬼っす。鬼？鬼？ねえ。御大将、本当に二条館に鬼が出たのならば、これは笑い事で済まされることでは。鬼、いいじゃない。最近武田ともやり合ってなかったし、暇していたところだもん。その鬼とやら、この目で確かめてやるわ。ザクロ、付き合いなさい。了解っす。アキコは私が城からいなくなったことを伏せて、春日山を守っておきなさい。本気ですか？本気も本気よ。ああ、姉上がまたバカをやるかもしれないから、そこだけは注意しておきなさいよ。相変わらず貧乏くじっすね、うちのおっかさんも。誰がおっかさんですか？とにかくくれぐれも危険なことはしないでくださいよ。
御大将、長尾景虎様。